皆さんこんにちは、よしです。皆さんは日本の学校生活に興味がありますか？よく日本のアニメではいろんなスクールライフを見ることができますね。たくさんヤンキーがいて、毎日喧嘩をしていたり、いろんな色の髪の毛の人がいたり、みんなで部活をすごい頑張っていたり、なんか甘酸っぱい恋愛をしていたり、忍者になるための学校があったりしますよね。今日は皆さんに本当にそんな学校があるのかというのと、僕の学校はどんな風だったのかというのを話していきたいと思います。まず最初にお話しするのは服装についてです。アニメでは制服を着ている学生がたくさんいますよね。実はあれは本当で、日本の90%以上の中学校や高校では制服を着なければいけません。ただ、アニメみたいにカラフルで可愛い制服じゃなくて、結構地味な制服が多いです。制服にもいろいろ種類があって、学ランっていうものやセーラー服、ブレザーというものがあります。僕は中学生の頃学ランを着ていて、高校生の時はブレザーを着ていました。ただ、このような制服は寒い時期によく着ていて、暑い時期はみんな白いシャツを着ています。これらの制服は着方にもいろいろルールがあって、ボタンを上まで止めなくちゃいけないとか、スカートは膝が見えちゃいけないとか、白いシャツの中に着る服は白やグレーなどの地味な色じゃないといけないというルールがあったり、派手な色の靴下を履いてはいけない。今考えると、なんでって思うようなルールがたくさんありました。でも、昔のヤンキーは、そんなルールを無視して、自分たちで制服を改造して、すごく短い短ランっていう制服を着たり、ボンタンっていうすごく太いズボンを履いたり、女の子はすごく短いスカートやすごく長いスカートを履いたりしていました。僕の学校でもそういう人が時々いました。僕はすごくビビリだったので、その人たちと話したことはありませんでした。今はもうみんな大人なので、どうしてるかなとか、話してみたいなと思うことが時々あります。はい、次は髪について話していきます。アニメではいろんな色の髪の毛の人がいたり、すごく特徴的な髪の毛の人がいたりしますね。実はこれは本当じゃないです。日本の学校の髪の毛に対するルールはすごく厳しくて、まず染めることは禁止だし、髪の毛の長さについても眉毛より長くなっちゃダメとか、耳にかかっちゃいけないとか、女の子は長くなったら髪の毛を結ばないといけないが、いろいろルールがあります。ただ、これもヤンキーは無視します。だから、実はアニメに出てくる人たちは、みんなヤンキーだから、皆さん気をつけてくださいね。
はい、最後は部活です。アニメでは目標に向かってみんなで努力をしてとても楽しそうっていうイメージがあると思います。これは本当です。日本の学校ではだいたい9時に学校が始まって4時頃学校が終わるんですが、部活はその後から始まります。たまに朝練っていう学校が始まる前に練習をする部活もあります。夕方の部活では学校が終わってからだいたい6時や7時ぐらいまで部活をします。週末も練習があったり、他の学校の人たちと試合をしたりするので、ほぼ毎日部活があります。ただ、アニメではみんなとても楽しそうに部活をしていると思いますが、練習がとてもきつくて辛いからやめちゃうっていう人も時々います。僕は中学生の時バスケ部に入っていたんですが、めちゃめちゃ強い学校っていうわけでもなかったので、練習も全然きつくなくて、とても楽しく部活をしていました。僕が部活の中で一番楽しかったことは、他の学校の人と試合をすることでした。他の学校と試合をするときは、向こうの学生が僕たちの学校に来る、もしくは僕たちが相手の学校に行くんですが、相手の学校に行くときは何かちょっと旅行をしているような気分で、あまり行ったことがない街をみんなで探索したりして、とても楽しかったのを覚えています。ただ、試合にはいつも負けてました。はい。ということで、今回は最後に一つ慣用句を皆さんに教えたいと思います。今回皆さんに教える慣用句は、手を抜くです。意味は cut corners や slack off という意味です。使い方は僕たちは弱いから相手は手を抜いていると使ったり、今日は時間がないから手抜き料理を作ろうと言ったりします。僕は手を抜かずに一生懸命動画を作っているので、皆さんいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ皆さん、また次の動画もぜひ見てください。バイバイ。